定刻となりましたので、講演を再開させていただきます。ここからは水野佑先生にご講演いただきます。演題は仮称でございますが、法と人工知能ということでお話しいただきます。はい、中澤の分析による講師水野先生のプロフィールをご紹介いたします。チンポムの刑事事件を担当した弁護士の水野佑は、2月に上司した法のデザインフィルムアート社で AI を含む広範な論を展開。創造性とイノベーションは法によって加速すると副題した。シティライツ法律事務所代表、アーツ&ロー代表理事、クリエイティブコモンズジャパン理事、慶應義塾大学 SFC 研究所上席所員。以上でございます。それでは水野先生、よろしくお願いいたします。はい、ご紹介に預かりました水野と申します。聞こえますか？大丈夫ですか？大丈夫です。はい、よろしくお願いします。今、ご紹介していただいた通りなんですが、今年の2月に、法のデザインという、本を出版しました。で、この中で、人工知能も扱っていて、どういう本かというと、タイトルそのままなんですけれども、法と呼ばれる分野、法律とか契約とか、そういったものって、皆さんのなんか自由とか行動を規制するだけのもの、できるだけ遠ざけておきたいものっていうなんていうか捉え方をしている人が多いと思うんですね。特にこの、美学校の関係者なんかはそういう、思想が強い可能性がありますけれども、私もなんていうか、懇意にしているシンボムとかももしかしたらそうかもしれないけれども、場合によっては特に、インターネットが普及した以降、アフターインターネット時代と言われますけれども、そういう時代においてですね、法律の解釈とか、契約というものを、ツールとして捉えて、うまく上手に設計していくことによって逆に、創造性とか、イノベーションというものを加速できる場合があるんじゃないかと、そういうなんというか、設計をするときにどういうことに気をつけなきゃいけないのかということを、具体的な事例を持ってですね、なんというか、試論で、試しに論じてみたのがこの本になります。で、副題に創造性とイノベーションは法によって加速するっていうふうになんか断言されてますけれども、これは出版社的な、なんというか売り文句で、加速する場合もあるんじゃないかぐらいですね著者としてはそういうふうになことを考えていってもいいんじゃないかっていうことを、論じた本です。で、中澤さんのご紹介にもあった通り、ここで、一部分、アートとか、写真とかいろんなことに二次創作とかですね、そういったことについては結構、なんというか、ボリュームを割いて論じているところもあるんですが、人工知能についても、触れているところがあって、今日、お呼びいただいた、次第だと思います。はい、で普段は弁護士をやっておりまして、でチンポムとかの例で言うとですね、アーツ&ローというアーティストとかクリエイターに無料で法律相談に乗るというような、NPO 団体をやっておりまして、それの代表をやっております。でこれ弁護士13人14人ぐらいがですね、全国から寄せられる、法律相談に無料で答えるというようなことを、やっています。また、この美学校でも、昨年ですね、イベントをやらせていただいたんですが、クリエイティブコモンズという著作権の新しい考え方の、新しい仕組みを普及する団体の日本の理事をやっておりまして、その関係で、ここの、会場を借りてリミックスコンテストみたいなリミックスイベントみたいな音楽のリミックスイベントなんかもやらせていただいたりもしています。普段はですね5時ですね、はい、あと45分、45分ぐらい話していいということなので、話させていただきますが、仕事としてはですね、意外に普通に弁護士、活動をやっており仕事としてやってまして、いわゆる映像とか映画、音楽、デザイン、アート、ゲーム、アニメ、出版とかっていう、クリエイティブインダストリーをとか、あとはIT、ソフトウェア、ウェブとかの IT 分野のクライアント、あとは建築とか不動産分野とか、そういうふうに多岐にはわたっています。もともとエンターテインメントの、いわゆるエンターテインメントのロイヤーだったんですが、最近割となんというか新しい技術のカテゴリーで、ちょっとよく分かんない相談が来やすい立場にあるかなというふうに思います。はい。でこれ私の事務所のホームページなんですが、法を駆使して創造性イノベーションを最大化する、クライアントの創造性イノベーションを最大化すると、本のタイトルにもかかっているところではありますけれども、そういう、意気込みで、そういうミッションを掲げて法律事務所をやっている、ちょっと変わった弁護士だということです。
ちょっと、これ普段使っている本を説明してくれ的な本の講演とかで使っている資料なので合ってない部分もたくさんありますね。で意外に仕事はですね、契約書のレビューとかが利用規約の作成レビューとか、そんなのが大半で、いわゆる企業法務のロイヤーだと思います。裁判も3割ぐらいありますね。でその後はT が抜けてますが、ちょっとよく分かんないカテゴリーの仕事が1割ぐらいあるというような感じです。ちょっとこの辺は端寄ります。で、今日は法のデザインの話じゃなくて人工知能というところなので、ちょっと人工知能に特化した話をしたいと思うんですが、私の仮説としてですね、ローラグって言葉があって、法律っていうのは必ず現実の後追いでできてくる性質があるわけですね。だから今の時代だけじゃなく、昔から法律ができる時にはすでに実態は先に進んでいる、常に法律と実態との間には乖離があるという、そういう性質があるっていうことを、あんまり指摘されないんですが最近言われるようになってきています。でこれがでも、今昨今は非常に情報環境、社会の環境が変化が激しいというような、ことが前提とされていますので、それが本当にそうなのかというのは疑問の余地がないわけではありませんが、その過程を前提にするとですね、ローラグと社会環境の変化が最も激しいっていうことの、両方を、混ぜ合わせるとですね、こういう仮説が言えるんじゃないかと。つまり歴史上、法の解釈が最も難しく最も面白い時代でもあるというふうに私は思って、日々仕事に取り組んでいます。でそういうふうに見ていくとですね、Uber とか Airbnb とか Google もですね、よく言われることですが、そのグレーゾーンとか、法の遅れみたいなものをですね、しっかりついてくるサービスを展開してるよねとかいう話があるわけです。で私チンポムの岡本太郎の、壁画の、渋谷駅構内の明日の親愛の付け足しの刑事弁護をやったりとか、あとは例えば、この間チンポム、この間って言ってももう1年ぐらい前なのかな、歌舞伎町の、なんていうか、古いビル、解体予定のビルを使った展示なんかでも、例えば建築基準法とか、消防法の、なんというか適法性を、うまくロジックを作るなんていうことをもやったりしています。で最近そういうですね、こういう Google とか、Airb とか Uber とかが何やってるかっていうと、法律が遅れてできる、でも社会にとって必要なものだっていうふうに確信できたとすると、まずビジョンを作るわけですね。社会に我々はどういう、新しい価値を提案できるのか、っていうことを考えるわけです。でそのビジョンをまず明確化させた上で、その後もう一つ重要なことが法律家にロジックを作らせるっていうことをやります。現行法の範囲でギリギリこういう解釈ができるんではないかと。でそれはもしかしたら今言われている通説、学説上言われている通説とか、あとは、過去の裁判例とはもしかしたら違うかもしれないけれども、でも彼らは法律っていうのが何ていうか時代とともに古くなっていったり変わっていく必要があるということはよく分かっているわけですね。でそういった時に、インナーの社内のインハウスの弁護士とか、あとは社外の、アウトサイダーの、弁護士に、ロジックを作らせて、でそれで案の定訴訟とかも起きるわけですけれども、その訴訟が最高裁に行くまで、12年2年3年ぐらいかかるかもしれないですね、かかったとしても、アメリカでもそれがかかったとしても、その間にワシントン DC とかでですねロビングをガンガンかけるわけです。で彼らは法務部とは別に、なんというか公共政策部、パブリックアフェアーズというセクションを持っていて、そこがもうガンガンロビングをかけるわけです。でその 2,3 年後、法廷決着を、例えば和解にずらしたりとか、そのタイミングで法改正につなげたりとか、そういうことをかなりビジネス戦略として、なんというか、やっている、意識的にやっていると思われるわけです。じゃあ日本ではどうなのかっていうと、コンプライアンスの意味がちょっと履き違えられていて、いわゆる、決まった法律を守るという法令遵守という意味で全部コンプライアンスというものが捉えられてしまっている
先ほど挙げたような西海岸の企業とかにもですね、コンプライアンスっていうのはもう当然日本以上に求められているんですけれども、法令遵守という単にそれだけの考え方ではないわけなんですね。この辺りが違いかなということで、本に書いていることといえば、新しいコンプライアンスの訳語が求められてるんじゃないかとか、そんなことを書いてます。で、私いわゆる、弁護士としてはですね、この予防法務紛争解決みたいな、この今まで2つで語られてきて、事前事後みたいなことを言われてきたんですが、最近提案しているのがですね、予防法務よりもさらに1個前の戦略法務っていうところを、なんというか重視してやっています。でここには知財戦略とかビジネスの法令適合性チェックなんていうのもあるし、あとはロビー活動なんかも含まれるかもしれませんというような話です。でちょっとなんかビジネスめいた話になってますが、私の感覚からしてみるとですね、私はよく、アーティストとかクリエイターを支援する弁護士というふうになんていうか紹介されることがあるんですが、なんていうかアーティストもですね、行かれた起業家もあんまり変わんないんですね、僕からすると。でなんていうか全然そこに正直本当に境目がなくて、両方とも面白い、社会に新しい価値を提案する人という意味では、本当に変わりがないと思っていて、ある意味アートの仕事でもこの戦略法務をコツコツやるというようなことをやっているわけです。で最近、これはですね別に知財とかだけじゃなくて、今日、人工知能と知財の話結構出てくると思うんですけれども、最近やってるサービスとかだと、金融周りの、ビットコインとか、これちょっと後でというか井上先生にもなんていうかいつかご意見聞いてみたいんですが、今話題になっているバリューというサービスは民間提案型の、ベーシックインカムと言えるかもしれないみたいな、評価も出てきている、こういうサービスがあって、今すごい賛否両論なんですけれども、こういうものがいかに法規制に当たらないように、サービスを設計していくかなんてこともやっています。いろいろやってるんですが、ちょっと、この辺は、この辺本当はすごく話したいんですけど、ちょっと後にしますね。で例えば私が人工知能と、どういう接点があって仕事を例えばどういう時に接点が出るかということをちょっと紹介しますね。今日ちょっと、自分の PC が使えなくてですね、中澤さんの PC をお借りしているという状態。大丈夫です。今いけました。はい。でしかもちょっと慣れない Windows だというのであれなんですが、ちょっと待ってくださいね。例えばこうやって自分の PC で検索してエロ動画が出てきちゃったってことが僕はありましたけれども今日はそういう心配がないというなんだっけこれで出るかな。ちょっと待ってくださいね。これの紹介ムービーのが分かりやすいんだよな。ページを開くのにこれだけ時間かかっているってことは動画がやばいんじゃないかっていう気がしますけど、ちょっと待ってくださいね。これかな。はい。これ今出てるんですか。今出てます。動画的には出てます。ここかな。ここかな。これを上げてみましょう。出てる。それかマイクでこっちへ来ましょうか。こうやって。すみません。出てる。これはですね、ブライアン・イーノのなんか最新作で1個前のやつで、なんかすごい大丈夫ですか。打っちゃった。We delivered a machine intelligence which provides the context by misreading the present from the past. When people look at the moon, they don't just see the moon. They see a 音はそんななくていいんですけど。
たまたま出てきましたねブライアン・イーノさんはなんというか、ジェネラティブな音楽っていうものをずっと探求されてきた、ミュージシャンなんですけれども、それの1個前の新作の、プロモーションムービーを、電通さんが受けてですね、で電通さんの菅野さんという人がやってるんですけど、菅野さんが、考えたことは、普通の PV 作ってもしょうがないと。だから、もうずっと永遠に生成される、なんというか、プロモーションムービーを作れないかということで、ツイッターとかさまざまなその、リアルタイムに出てくるいろんな画像をですね、いわゆる機械学習させて、で、なんというかウェブサイト上、だからもうビデオクリップでもなくウェブサイトが、ビデオクリップの代わりだっていうような形で、アウトプットを考えた、そういうプロジェクトです。で、興味があればその、なんというかページを見ていただければザ・シッププロジェクトブライアン・イーノで多分出てくると思うんですが、これをやろうとした時に法律問題が出てくるんですね。例えばどんなことが出てくるでしょうか。なんていうか誰かに当てたりはしないんですけどちょっと考えてもらって読むといいんですけれども、あれ終わっちゃった。肖像権ももちろん出てきますね。はい、肖像権も出てきます。どうでしょう。他にこれだみたいな、一番問題になるのはここじゃないかって。知財権、はい、そうですね、そういうところですよね。まさに今ご指摘いただいたところで、肖像権もそうなんですけど、肖像権はどちらかというとこれニュース画像を学習データとして使っているので、そんなに既存のニュース報道にもうすでに公開されているものということで、今回ここの、なんていうかそのクリップを作るのに、クリップというか、サイトを作るのに特有の問題はなかったんですけれども、ちょっと後でまたこの問題話します。それとか、あともう一つ、紹介するとですね、失礼、なんかすげえちっちゃくなっちゃったけど、ちょっとそれは無視して、これでもいいか。別の作品です。この作品は、来場者がですねこのマイクに話すと、後ろにというか AI がですね、学習済みの AI が、それを、その言葉に反応してフレーズに反応して過去の日本の膨大な、恋愛をテーマにした、楽曲を解析して一番来やすいフレーズ、なんというかつながりやすいフレーズをですね、生成して曲を作っていくと、それを薬師丸悦子さんの声で、再現してくれるというあんまりありがたくないなんというか、作品です。でこれもですね、大体、今こういうプロジェクトにおいて同じような問題が表出するんですね。さっきのブライアン・イーノの問題ともほぼイコール、ニアリーイコールです。それは先ほど、どなたかがご指摘いただいたその学習データの時の、知財権の問題
なわけです。でなんというか今日非常に中澤さん井上さんからですね非常に面白い話、すごく面白い話だったんですけど、で私の段になってですね急にこうなんというかすごくプラクティカルな話をしてしまうっていうのも嫌なんですけどでもそういうものが求められているのかなと思って話します。ちょっとこの辺全部飛ばしますね。いろいろしたい話はありますが、どこだっけな。そうですね。で私それ以外にもですね、そういう仕事で人工知能と関わる部分も結構ありますし、人工知能を使ったサービスみたいなものの、スタートアップの支援とかもやってます。またはそういう研究ですね、人工知能とか人工生命と呼ばれる、これ池上さんとかやってる、A ライフというプロジェクトですが、こういった、ものの、私研究者というか研究員としての一員もあるので、JST が出している、科研費でやっているプロジェクトのメンバーなんかにも、名を連ねています。ですごく細かくて恐縮なんですが、いわゆる、今日、来られている方は AI 生成物 AI 創作物みたいなものに権利が発生するのかどうかみたいな話も非常に興味があると思うんですね。でちょっとその話もしますけれども、まず、先ほどの、個別の例について、どういう問題があったかとかっていうのは、守秘義務の問題もあるので、別に全然そんなに問題もないんですけれども、ちょっと抵抗もあるので、一般論として、どういうところが問題になりやすいかみたいな話をちょっと抽象化してお話しできればいいなと思っています。で今、人工知能を絡めたですね創作っていうのはおおよそ3つぐらいに区分けされているんですね。これ総務省が出している、報告書のからの抜粋ですけれども、大きく分けて3つあって、ごめんなさい、一番上は、AI を絡んでなくて普通に人による創作の場面です。で2番目が AI を道具として利用した創作の場合で、3段目が AI による創作っていうんですけど、よく AI 創作物 AI 生成物みたいなことを言うときに結構語弊があって、今のところまだ AI が自発的に自律的に生成するっていうのはほぼないわけですね。で何らかの、ちょっとした指示が加わっている。この指示が実はちょっと肝というか、じゃあその指示が何なのかっていうのは結構問題になるんですが、一応こういうふうに分解されて3つの、パターンとして、区分けされて論じられています。で当然人による創作の場合はこれ、人間による、ところで生成って書いてありますけど、これちょっと語弊があるかなと思って、創作ですね。で、一番多いのがこの AI を道具として利用して、作る場合、人間が、手足としてというか、メタファーですけれども AI を利用して最終的に生成して権利ができるような場合で、3つ目が、もう人間が本当にちょっとした、何々を作ってみたい、というか、ちょっとした指示を出した場合、ディープドリームを使って画像を何か読み込ませて勝手に生成されるような場合がこれに当たるのかもしれないですけれども、この場合、いろんな生成物があり得るわけですが、権利が発生するかしないかっていうのが、議論になっています。で難しいのが、2番目までは今までこの人工知能の議論が盛り上がるまで、全く、当然人間が AI を管理していて、その管理している方の人間が創作的な意図と関与をして、AI は手助けしているだけだから、当然もともとの人間に著作権は生じるよというふうに考えられてきたわけですが、じゃあ3番目と2番目で何が違うのかっていうのが、昨今の議論になっている部分です。で特にですね、2番目と3番目は外見上見分けることが困難なわけですね。右側に書いてあるように。でまたじゃあこれ AI だけを特化して話してますけれども、PC とか、例えば、シンセサイザーとかですね、音楽でいうと、シーケンサーとかですね、そういったもの、ある程度生成してくれるものを使っている場合、写真でいうと、
ボタンは押してないけれどもその、なんというか環境を作り出すみたいなディレクションっていうものもあるわけですね。大物写真家はボタンは押さないみたいな話があるのと同じように、そういうふうに機械を挟んだ創作っていうのはもうだいぶ20世紀で我々親しみを持ってしまっていて、それは何というか普通にそれを使っている人間の創作だというふうに疑ってきてなかった部分があります。じゃあ AI による創作っていうのを特別視なんかできるのかっていうのが、昨今の、なんというか、議論になっています。でもう一個完全に争いがないのは、もし完全に自律的に機械が作った、生成物、それは創作物と対比する意味での生成物ということであればですね、それには権利が発生しないというふうに著作権が発生しないというふうに言われています。それはなぜかというと、著作権法っていうのは思想または感情の創作的な表現というふうに定義されているので、完全に機械が、生成したものというのは、創作物に著作権法上の創作物に当たらないというふうに考えられています。考えられているというか、条文上そうならざるを得ないというふうに考えられています。じゃあそれ以外著作権法を何らか改正するか、または別の法律で何か著作権ライクな権利を付与するかということが、そうすべきかどうかっていうのが争いになっていて、で、現状の議論としては何らか人の指示は必要になってしまう。で結局外見上見分けることは困難なので、多かれ少なかれ人間の関与があるということで、結局ここは、この、人間側または法人側の権利が発生すると考えざるを得ないんじゃないかと。ただ本当にこの、人間の関与が、思想または感情の創作的な表現と言えないようなレベルに過ぎない、ちょっとすごく今道義反復的になった時お気づきになった方もいらっしゃったと思いますが、というふうに仮にここがブラックボックス化、なんかそんな展示がありましたね最近、関係ないけど、ブラックボックス化、しやすいところが何らかの証拠によって、単なるなんというか、そこまで言えない創作的とは言えないありふれた指示に過ぎないというふうに、何らかの証拠で立証されるならば、もしかしたら否定される可能性があるというような、議論に落ち着いているかなと、そういう、結論を、出している学者が、多いかなという、現況です。はい、これはいいかな。もうちょっと、別のサービスとしての、区分けで、コンテンツクリエイターによる AI 利用、プラットフォーマーによる、AI 利用、また、AI プログラムと創作物をセットで展開している場面みたいな感じの区分けも使われています。これなんか全然見えないですね皆さんというか僕も今見えなくて困ってるんですけどプラスで大きくでもいいかな説明しなくてもとか言ってまだ時間はありますね。はい、で、先ほどの議論、どういうところで権利が、問題がかかってくるのかっていうのが分かる図がこの辺りだと思います。で、よいしょ、こんな感じか。私は技術者じゃないので、あんまり詳しくない部分もありますが、いわゆるディープラーニングを利用した AI のイメージということで、これも総務省の、資料を使ったものですが、まずデータがあって学習用データを作って、で、AI のプログラムに入力させるんですね。で、ディープラーニングという、学習の過程を経て、学習済みモデルというものができる。で、それでさらに派生モデルができたりとか、ここから出力されてさまざまな、写真だとか音楽とか、その他もろもろいろんなものに生成物が出てくるみたいな Y のところが出てくるといった時に、この、法律の専門家で、こうなんというかその適法性を検討するときによくやるやり方が入力とアウトプットの部分を切り分けるというやり方です。でまずこのデータ、学習用データ
先ほど、どなたかが、ご指摘していただきましたが、この学習用データって本当に何ていうかデジタルな、データだったら、それは著作物とは言えないんですが、多くの場合、表とか何でしょう、テキストとか、写真とか画像とか音楽とかさまざまなものが混入しているので、ここに著作物または著作物っぽいもの、データベースみたいなものが、入り込みやすいし、そういうふうになりやすいんですね。でまずこれを AI のプログラムに入力するとき、この入力する段階でまず複製権侵害という問題があります。コピーしちゃいけないよという権利が著作権法上あるんですが、ここで複製権の問題があります。で仮にここが、適法になったとしても、今度アウトプットの段階でまた、同じような、同一または類似のものが出てきてしまうときに、特にネットで利用するような場合には、複製権とか公衆送信権の問題が出てきたり、または、本案してしまう、AI によって何らかの過程で、本案されてしまうことによって出てくる、そういう場合、それが同一性というか、法律的に言うと本質的特徴を監督できるレベルで再現されてしまう場合に著作権保護の問題が出てくるというところがあります。でここはまだ世界でもいろんなまちまちの、制度を引いているんですが、実は、さっきの最初に説明したイノベーション論にもちょっと絡んでくるところですが、実は、よく、欧米は、法規制が厳しいけれども日本は法規制が厳しく欧米は法規制が緩いけれども、日本は法規制が厳しいから、イノベーションが起きないなんていう議論がよく二項対立でなされるんですけれども、例えばそれはそういう場面もあるんですが、必ずしもそうではないと、当てはまらない場面結構あります。で最近そのあたりについてものを申しているわけなんですが、例えばそれの、典型的な場面がこの人工知能の、場面でありまして、アメリカは割と、緩いですが、日本はですね、少なくともヨーロッパに、比べるとこの学習用データの入力の段階の著作権侵害っていうのが非常に、ハードルが低くなっています。これは、数年前の著作権法の改正で情報解析のための複製等っていう、条文ができて、ここは営利利用であっても情報解析のために必要な範囲で、複製等ができるというような、法改正がなされていて、ここ割とやりやすいんですね。だからここはロジックが作りやすい。で逆に、ヨーロッパとか結構ここ厳しくて教育用とかじゃないとできないとかで結構ハードルになっているというふうに言われています。アメリカはここはフェアユースという議論で、通過していると言われています。通過しているというか、認めるっていうふうに考えられていますね。だけど日本はそういう意味ではここにかなり明示的に、許容している、規定がある。ある意味、人工知能の、開発者または、利用、学習させて利用するという、なんというか事業者または利用者、にとってはなかなかいい、規制が引かれているというかやりやすい、状況になっています。ただ、重要なのは、そういうことがないと、ここから適法性が、危ないわけです。でもう一つ、これがまだなかなかクリアされていない問題ですが、この出力の段階でちょっとその先ほど井上先生からも、紹介がありましたけれども、とか黒魔術化してるの議論のところですね。要はブラックボックスの中で偶然同一または類似の、著作物が吐き出されてしまうってことがあり得て、これが著作権侵害になるかどうかっていうのは今最先端のところで議論されています。これが、この人工知能における依拠性の問題っていう問題ですね。つまりこれでいくとですね、これネットから引っ張ってきた、画像ですが、サザエさん的な画像をデータで、収集して、学習用データを作って、で AI で、学習済みモデルを作ってですね、で今度利用するときに
たまたま、同じような、サザエさんの絵ができてきてしまうっていう可能性っていうのは、可能性は限りなく低いですが、あり得ることなんですね。これをどう弾くかみたいなところが、最先端のなんというか、こういう AI、人工知能を使った創作物における、大きな課題になっています。でそもそももうそのブラックボックス化されている AI のところで、この依拠性っていう議論、著作権法上の議論があって、これどういうことかというと、著作権法っていうのは偶然似たものを侵害としないというルールがあります。つまり、著作権侵害だというふうに認められるためには、ある作品、その元オリジナル作品を見た、それにアクセスしたっていうことを主張立証しなきゃいけないんですね。これを依拠っていう、法律用語があって、依拠性と呼んでいます。でじゃあこの場合たまたま同一または類似の AI 生成物が出てきてしまったときに、 AI 創作物と言ってもいいかもしれないですけど、 AI を使った創作物ですねが出てきてしまったときに、依拠があるのか。確かに似たようなものを読み込ませている経緯はあるけれども、それはもうなんていうか本当にたまたまというかですね、 AI なんていうか偶然の組み合わせによって、なんていうか、生成されてしまったものなのか、たまたまなんていうかそのまんまなんていうか生成物が吐き出されるという可能性があるのかどうかちょっと分かんないんですけれども、そうなってるのかみたいなところがもう人間にも分かんないわけです。でこの時にいわゆるその著作権法上の依拠性っていうものを肯定するのか否定するのかっていうのは、今問題にはなっています。で実務上どうやってるかというと、同じようなものが出ないようにパラメータをいじって作るとか、そういう努力がされていますが、ただ本質的に、本当に同一のものが出ないかっていうのは結構微妙なラインというか、誰も断言できないっていうものが多いのではないかと思います。はい。で最近もですね、これ ICC の、今オープンスペースでやってる徳井さんっていう、アーティストエンジニアが作った作品で AI で作ってる AI 創作物の作品があるんですが、これちょっとぜひ皆さん見に行ってもらいたいんですが、これのアドバイスなんかもさせていただきました。ちょっとどういう作品かは皆さん見に行ってみてくださいっていうことなんですが、で今までが割とプラクティカルな私の実務上の、人工知能との関わりの話なんですけれども、もうちょっと、なんというか違ったことというか、このどうなっていくべきかとかまでは言えないか、ちょっといろいろ参考になるかなとか、私がこの分野で考えていることをちょっとご紹介させていただけたらと思います。一つはですね、人工知能の議論にやっぱり何が、過去の、事例で参照できるかっていう議論なわけです。で、一つが、動物で起こってきた議論っていうのが、一つ参照できるんではないかというお話です。でこれ、数年前に話題になったモンキーセルフィーで、アマゾンかなんかのジャングルで、写真家が、キャンプしてたらいつの間に、カメラが盗まれて、カメラがカメラじゃない猿が自分で自撮りしたと。それが意外にいいということで、これを、どなたかが、写真家が、発表したんですけれども、ウィキペディアに上げちゃったんですね。で写真家が怒って、これは俺の作品だと、何してんだって言って怒った作品です。起こった事件です。で結局これはアメリカの連邦裁で、写真家の著作権が否定されています。つまりこれはまさに最初に説明した著作権法というのは人間の思想または感情を思想または感情の創作的な表現を保護する、権利なので、いかに動物が、残念ながら動物愛護者の方がいてもちょっと申し訳ないんですけれども、残念ながら現行法の解釈では動物は人権の主体にならないと、それとパラレルで、
動物は思想または感情の創作的表現はできないとされているので、著作権はない、パブリックドメインだというふうに認定されたものです。で、カメラマンの方はですね、その環境を作り出したのは俺だと、なぜならキャンプしてたのは俺だからだというふうな主張をしているわけですね。確かにアマゾンの奥地でなんかいい写真を撮ろうと入り込んだのは、間違いなく彼で、その努力は認めるし、それがなんというか報道機関に高値で売れるっていうことはあってもいいと思うんだけれども、じゃあ著作権という法理論の中でそれが認められるかっていうと、またちょっと別っていう話なわけです。で AI 創作物の話も、ちょっとこれとパラレルなところがあって、機械と動物をパラレルで考えていいのかって問題はもちろんあるけれども、でもこの議論は何ていうか、今のところ、同じようなものとして機械には創作的表現できないということで、機械がいくら、自動的にやってもその環境だけを生み出したものっていうところには著作権が発生しないというふうにされているんですが、じゃあ、Google がディープドリームをウェブサイト上で置いていた時に、マルシー Google って今書いてると思うんですけれども、それは本当にそれでいいのかっていう問題はあるわけです。だから人間の創作的関与っていうのをどこまで認めてどこまで認めないのかっていうのは、今後の議論次第だなということで、ちょっとその参考になる事例として紹介させていただきました。なんか僕今日一応メモを作ってきたんですけど、メモを見てるなんか全然メモとは違うことを話してるような気がしますPDF だとメモが見れないんで、何を話そうとしてきたんだっけな。ここはでも大丈夫だ。もう一つ、あともう時間ないですよ。あともう一つ、最近、総務省が、AI 開発ガイドラインっていうのを策定しようとしています。で今これ素案は上がっている状態なんですが、いろいろこう世界に先駆けてですね、いろんな、開発者に対するガイドライン、なんていうか原理原則を定めようとしてるんですね。でそこには、AI に携わるものの連携をこう謳ったりとかですね、透明性をちゃんと担保しなきゃいけない、つまりブラックボックスの中身をちゃんといつでも明らかにできるような状態に置いとかなきゃいけないとか、あとは制御可能性の原則とかっていうのも入っていて、これはいわゆるなんていうかキルスイッチなんて呼ばれる議論と近いんですが、ちゃんと暴走しないように人間が制御できる可能性を担保させなきゃいけないとか、あとはプライバシーとか個人情報、さっきの学習データの中には個人情報とかプライバシーの問題を含むデータっていうのが入り込みやすいので、そういったところセキュリティちゃんと守ろうねとか、安全の原則っていうのはそれはいいですね。プライバシー、倫理、そんないろいろ、あとは説明責任、ちゃんと、ステークホルダーに、説明を、ちゃんとしなきゃいけないよと。でこれがですね結構揉めてまして、つまり、こんなガイドライン作って AI のそのイノベーションを阻害するんじゃないかみたいなことも一部では言われています。あとは、特定 AI と、汎用 AI っていうものを区別しないで論じているっていうのもナンセンスなんじゃないかとか、そんなことが、論じられたりしています。あとですね、AI つまり、AI というアルゴリズムの、開発者とそれを使って学習、それが、学習済みモデルを作ってで、利用する側の、それ利用者事業者、これ両方同じところがやってる場合も多いわけなんですけど、その、議論がなされていない、その区別がなされていないみたいな批判もなされているところですね。そんな、現状だということで、情報提供までにで、今この分野でですね法学的に注目されている、考え方がいわゆるリバタリアンパターナリズムという、議論です。でこれ、法学の分野ではキャス・サンスティーンという人が、なんというか唱えている、主に捉えている考え方なんですが、リバタリアンという、自由主義、自由にほっぽっとけばいいっていう、考え方とパターナリズムって、国家の介入、貢献的な介入を、
していった方がいいという、ある種二律背反的な用語を組み合わせた、新しい考え方で、これは、極論するとですね、人間っていうのは、選択肢をあまりにも与えられると逆に不自由になると、困ってしまうと。だからある程度、選択、そのあらかじめ設定された初期設定によって、なんというかいい方に後押ししてあげるっていうことが必要なんだと、その最初の初期設定が重要なんだというような、議論です。でこれは、ナッジなんていうふうに、言われるんですけれども、そうですね、人工知能においてもこの、ナッジの理論、っていうのを、重視していかなきゃいけないんじゃないかなんていう議論もあります。あとはこれ私が、関わっている研究の方ですが、いわゆる、ポジティブコンピューティングなんて言われる、分野がありまして、その中でも最近、この本、最近翻訳が出たんですが、人間にとって幸せな、なんというかアーキテクチャ設計ってどういうもんなんだみたいな、議論がなされています。でここで重要視されているのがですね、その開発者が、人間にこう余白を与えないように設計してしまうんではないかとか、あとはプライバシーとかの侵害みたいなものが議論されています。でこういったものを、防ぐためにですね、何が重要かっていうと、この本では自律性、オートノミーが重要だというふうに言われています。でさっき井上先生の議論でも自律性って言葉があって、自律性と汎用性って言葉が対比されて使われてたんですが、そのあたりちょっと後で議論したいなと思ったところなんですが、自律性と汎用性っていうのがどう対比なのかとかも含めてですね。で、この自律性をやっぱりこういうテクノロジーを、加速させていく時にも、人間の自律性っていうのをいかに担保するかみたいなものが重要だっていう話が出ています。で私がよく好きな例としてですね、ヨーロッパとかにあるラウンドアバウトっていう、こういう交差点の、議論ですね。で、人がこう制度設計する時にもなんというか完全に、何かこうガチガチに決めきるという、のではなくて、自律性をちゃんと残した、制度設計をするっていうことを、重要なんじゃないかというふうに言われているわけです。でじゃあこれ具体的にどういうことなのか、 AI でいうとどういうことなのかっていうのはなかなか難しいところなんですが、例えば、自動走行なんていう分野でいうと、さっきキルスイッチって話もしましたが、人間が自律走行するときに自動走行しているときに、やめたいと思ったらすぐさまやめられる、そういう、余地を残しておくべきか起こしておかないべきかという議論とかがなんというか具体例として言えると思います。でこれ一見ですね、ちゃんと自分がやばいと思ったら、機械が暴走したと思ったら、こう自分で運転できる余地を残しておいた方がいいっていうことは簡単なんですけれども、じゃあ本当にその一個人の、自律性とか自律的な判断を重視するのか、それよりも全然 AI の判断の方が、社会的な総和として信用できるのかみたいな議論は両説あると思います。なので、なかなか一概にですね自律性を残せばいいっていう議論も難しい、場面に立たされているなと。はい、あと一つでやめます。もう一つ、これは主に法学の議論なんですが、まだここの、テクノロジーの自律性と法学の自律性をあんまりこうなんというかクロスオーバーして、なされている議論って少ないんですけれども、最近ですとですね、認知心理学とか、あとは、複雑系ですね、複雑系の議論とかでは、人間はそんなに自律的な生き物じゃないと、自由意志というのは虚構なんじゃないか、つまり、自由意志または責任ですね、自由意志から、派生する責任という、つまり我々の社会っていうのは人間が、個人っていうのは自分で何らかの行動を、起こしていて、で例えば、
自動車の例でいくと、自分が、ミスをして、自分の運転で自分がミスをして、それでなんか事故を起こしたら、その人が過失という責任がある。そういうふうに自分の自由な意思があるか、自由意志があるからこそ責任っていうものが発生するんだという、それで、刑罰やら制裁が加わると、損害賠償とかが加わるというような、そういう、なんというか、建前で、法制度というものが成り立っているわけなんですけれども、これ最近のその、脳の、仕組みとか、あとは、法学的にもですね、責任っていうのは、なんていうかフィクションであって、意外に人間っていうのは自分の自律的な判断ができておらず行動を起こしていることが想像以上に大きいぞと。そうなってくると、人間が自律性が大切だとか言っている、その自律性すら怪しくなってくると言った時に、じゃあ人工知能の、問題を考える時の自律性とか、責任問題みたいなものをどう考えるのかみたいな議論が、これはこれから起きてくるんではないかという予想です。はい、ちょっともう時間なので終わりますが、最近愛母を供養する、なんていうのがニュースになるというようなことで、真剣にですね、人工知能とかロボットの法的責任、これはロボットを管理するとか人工知能を管理する人の責任じゃなくて、人工知能とかロボット自体の人権責任みたいな議論も出てきています。でこれはどちらかというと、これもペットのなんていうかアナロジーが考えられて、ペットってなんというかペットを愛護する、権利っていうのは一定程度認められてきているわけですね。例えば民法に動物が起きた時の責任、その管理者の責任とか、そういうのもあるし、あとは、動物を愛護する権利で損害賠償、動物を殺された人が損害賠償を、請求できたりする権利が、認める判決があると、そんなところが、このロボットとか、人工知能の、責任みたいなところにも、及んでくる可能性はあるのかなというような話があります。これはもういいや。はい、そんなところでちょっとすいません、雑白になりましたが、私からのお話は以上とさせていただきます。ありがとうございました。水野先生、ありがとうございました。法律の観点からですね、AI に関わる社会の動向を探っていただいたかと思います。それで、質疑応答の時間を10分設けたいと思っております。ですね、現在50分というふうにいたしまして、10分間ですね、いかがでしょうか。ちょっとマイク回していただいてもいいですか。ですね、じゃあ宮島と申します。大変面白く聞かせていただきました。そのローラグというのがありましたけども、その株式で例えば、産業革命とか、もしくは江戸時代の米相場とか、大体6時間とか12時間の相場ラグがあって、今1000分の1秒とか万分の1秒という形なんですけども、そのローラグもそうなるとするとですね、つまり法律を作る側も1000分の1秒単位で法律を変える必要が出てくるんじゃないかと思うんですけども、その点についてはどうでしょうか。いや、なんか狙っていたような、質問をしていただいてありがとうございます。で最近ですね、最近ある雑誌に論文を書いたばかりなんですが、Git ローっていう考え方があって、今本当にこれだけスピードが激しいとですね、激しいということになってます。それを前提にするとですね、各政府もですね、法律作るの超大変なんですね。でもうてんやわんやの状態になって追いついてないと。でそれを、どういうふうに技術的に乗り越えるかみたいな議論は一応あり得て、まだまだ法学の世界って皆さんが考えているより本当に遅い業界なので、まだ本当に素論のレベルなんですけれども、で一つその、解決方法として Git ローっていう考え方があって、これは GitHub って、プログラムに明るい方はもちろん知ってると思うんですが、そのバージョン、
もともとはプログラムの差分を管理するための技術ですねっていうので Git っていうのがあって、で GitHub っていうのはそれの、ソースコードの共有サービスなんですけれども、それをその Git のプログラムをいじるような、バージョンを管理する考え方を法律に、応用できないかっていう議論があります。でこれは、その差分を提案して、法律の差分を誰もが、提案して、でそれを、マスター管理者がいいと思えばそれを、なんていうか正文にこうなんていうか、マージするっていう、そういう考え方があって、これをある意味国家レベルで、運用すればかなり早いレベルでオープンソースにその法律の改正とか、提案とかがもっとインタラクティブにできるんじゃないかっていう、そういう可能性の議論はあります。ただそれ以外あんまりなんていうかローラグを解消するための、議論っていうのは少ないですね。すみません、はい畳みかけてのあれで申し訳ないんですけども、例えばローラグがうまみであるとすると、つまりローラグがお金になるということがもし例えば分かって、で、人工知能の弁護士みたいなのがとにかくもうやたらめったら起訴しまくると、でもそれが勝率が高くて1円得するために1億円の訴訟をするみたいなことも起こすとなるとですね、機能しなくなるわけですよね、法律が法律として。しかし訴訟すること権利を奪うことはできないわけです。最終的にはその弁護士が判を押しているだけとはいえ、何かしらの主体が訴訟を起こすということを抑止できないと。でしかし万とも億ともいうような訴訟がもし1秒間に同時に起きたとしたらですね誰も対処できなくなるので、そうですね、それを規制する必要があると、つまり訴訟をすることを規制する法律ができるというものすごい入り組んだものになって、いやでも訴訟することの、規制っていうのはもうある意味結構あるんですよね。つまり法律においてとか、または判例において、または慣習において権利として認められないものは多くのものが裁判所の手前で弾かれてるという現状はあります、すでに。そうなんですけども、もちろんその通りだと思うんですけども、つまり弾くためにコストがゼロになるっていうことは、つまり自動的に弾かないといけないわけでですね、そこを自動化する必要が出てくるという可能性はあるということなんでしょうか。そうですね、今の質問していただいた方の前提に立つなら、そういう可能性もあり得るんじゃないでしょうかね。で法律業務、法務における、AI の活躍の場っていうのはすごくあると思います。さっき弁護士助手って入っててちょっと安心しましたけれども弁護士も多くは淘汰されると思いますね。つまりネット調べてとか何か調べて載ってる情報をそのまま吐き出すっていう、だけのロイヤーっていうのは、淘汰されてしかるべきで、それ以外のなんていうか、よりクリエイティブと言っていいのか分かんないけれども、その他の部分で、これから弁護士の能力が問われていく、私もそのなんていうか先を手掛けたいと思ってますし、そうじゃなんて淘汰されない側の弁護士になりたいとは思ってますけど、そういう質問じゃないと思いますけど。いやなんかこれ以上いくと他の方の質問また後で、すみません、はい、もう時間がまだ大丈夫です。はい、すみません、創価大のぐるみですので、はい、面白い話ありがとうございます。芸術と法律で時々世間を騒がすのはあれですよね、エログロとか、古くて新しい問題ですね。そうですね。で人工知能が作ったものに不快感を感じるから、誰が責任と誰が責任を現状はね、アーティストがなんか変なもの作って見た人とかそれ触れちゃった人があれ迷惑だとかね、不快だとか言って取り下げろみたいな話で、いや表現の自由だとか言って争うわけですよね。でも人工知能がなんか作ってきたたまたまこうエロかったとかグロかったとか言われてもねっていうそれは大量に出てきちゃう可能性が、ディープドリームですらね、その苦情があってもおかしくないかもしれないですけれども、現状は例えばディープドリームを、提供した、Google 社にその責任を取るのはちょっと難しいと思います。ただ、多分意図的に
まあ、そういう訴訟が出たわけもうすでにあるわけじゃないんでなかなか断言はできないですけれども、意図的にそういうものが生まれやすい、まあ、アルゴリズムまたは、そういうエロ画像ばっかを学習させてエロい画像を、生成しようとした、そういうモデルを作った人またはその利用者っていうまたはおよびかまあいいや難しいですよね分岐がはいそういう、事業者とかは、まあ、個人でもいいですけどそういう人たちは責任問われる可能性はあると思いますね。これはまさにあれですよね。何でしたっけ、影響性の話。異居性の話かな。違うか。それは異居性の話ではないと思いますね。エロの話ですよね。エロの話ってなんか強調してもあれですけど。ちょっと考える。はい、すいません。後でまた何かあれば。それではですね、ちょっとすみません。はい。やめましょうか。じゃあ。どうぞ。はい。また後での全体会議の時もあるんですよね、これ。いえ、まあ、とりあえず、はい。どう言っていいんですか。一応ね、どうぞ。はい。大丈夫です。そうですか。先ほど質問された方の逆のちょっと立場で、今逆に AI の教育論で AI がだんだん意思決定を勝手にするんじゃないかって話がありますけど、はい、実はまあ人類を初代 AI とすると次の AI っていうのはもっと高度になるはずなので、もっとたくさんの案出すはずで、もっとたくさんのイデオロギーが出てくるので、それを法律で決めるのが今度だんだん大変になっていく。で人間の足かせを入れたとしても人間がたくさん例えばこういうような未来図を描いた場合でのこういうような法律とかっていうのをたくさん出してきたとき、判断するのも苦痛になってきて、当然まあ評価する AI もできてきてものすごい多様性の満ち満ちた世界になると私は思っているんですけれども、そういった時になってきた時まさにおっしゃるように計算量の複雑性があって評価する方にマシンパワー突っ込むのとか作る側にマシンパワー突っ込むのかとかっていろいろ問題があってでまあその話はいいんですけど、まずはもっと多様性が出てきた時に法律が決められない、GitHub を使うっていう案は非常にいいと思うんですけど、逆に言えばそれに対して意見を出すっていう人間が攻撃的にやればそっちの方に法律が決まってしまって、実は評価するっていうのが、時間差で偏ってしまう、ちょっと討論のために真逆の意味ちょっと書いてちょっと想像してみる。はい、いや本当にちょっとそういう世界を考えるなんかどうなっていくのか全然分かんないっていうのはありますよね。もちろんただやっぱり、統治者というかガバナンスをする人っていうものの重要性がすごく問われていて、中澤さんの最初の AI 君主論じゃないですけど、AI 君主論結構いいなって単純に思っちゃいましたけどね。はい。じゃあ、質疑を、ここでは打ち切りにしたいと思います。全体討議の際にですね、皆様も積極的にご活躍をいただければとも思います。改めまして水野先生に拍手をお願いいたします。今から休憩にしたいと思います。5分にしましょうかね。申し訳ございません。ちょっと10分の予定がございましたが、5分とさせていただきます。それでお戻りいただければと思います。